皆さんこんにちは、あやです。チャンネル登録者数5000人企画の続きでアンケートで募集しました皆さんの好きなエピソードについてシリーズごとに分けてご紹介していきます。たくさんのご回答をいただきました。ありがとうございます。今回は90年代アニメシリーズの無印編と R 編です。それでは始めましょう。第1話、泣き虫うさぎの華麗なる変身。記念すべき第1話はほぼ原作通りの展開ですよね。うさぎちゃん、敵陣営、タキシド仮面など軸となるキャラクターがみんな登場します。初変身というのはどのアニメでもそうですが、かなりテンションが上がりますよね。モブキャラのこの特徴あるおばちゃんなんですけど、スーファミの RPG アナザーストーリーでは顔見知りのご近所さんとして描かれています。この間ハンサムな人と歩いてたじゃないとマモちゃんとのデートもちゃっかり見られている様子です。アナザーストーリーの時間軸がスーパーとスーパーズの間なので、他にもいろいろと目撃されていそうですね。第24話、なるちゃん号泣ネフライト愛の死。サブタイトルのネタバレがすごい。なるちゃん役の柿沼さんはこの回のアフレコで泣いてしまって、最後のセリフがうまく言えなかったそうで、ネフライト役の森さんに迷惑をかけてしまったと語っています。星は何でも知っているのあのセリフは森さんのご提案なんですよね。なるちゃんとの進展については、エピソードの3回前くらいまで知らなかったそうで、台本を見て驚いたんだそうです。第25話、恋する怪力少女ジュピターちゃん。セーラームーンの作画は担当する方によって大きく変わるので、その特徴から誰が担当したか分かる方もいらっしゃると思います。ちなみに私は目を比較的大きく描かれる香川久志さんの作画が大好きで、このまこちゃん会は絵がかなり可愛いなとよく見ていました。久々の新しい仲間、そして新しい敵ということで、ゾイサイト編はすごく新鮮味があったのを覚えています。一般人が敵幹部に素手で傷をつけたのは多分まこちゃんだけですね。かっこいいと思います。第29話、大混戦ぐちゃぐちゃ恋の四角関係。元木お兄さんに恋人がいても諦めないぞっていううさぎちゃんとまこちゃんの回ですね。まこちゃんが元木お兄さん家の掃除をするシーンがとても好きでした。クンツァイトがゾイサイトに花をあげるのもこの回ですね。レイカさんを美形と褒めるクンツァイトにツンツンしているゾイサイトはまさに乙女の顔、かわいいです。このイチャついてるシーンが LINE スタンプになってるなんて当時の私が知ったら卒倒ですね。前工場もインパクトがすごかったです。失恋パワー1万ボルト、ボーイフレンド募集中、すごい気合入ってますね。第31話、恋されて追われてルナの最悪な日。ギャグ界なのかっていうくらいシュールなシーンが盛りだくさんの生原監督の回ですね。小原杏ちゃんが可愛くてとても好きです。レッドバトラーといい、レイちゃんと雄一郎さんとの掛け合いといい、この風とともに去りぬネタがめちゃくちゃありますね。なんだったらボス猫の名前は風とともに去りぬの登場人物であるアシュレイだったりしてとアニメの設定集に小さく書かれていました。小さい頃はゾイサイトのドジっぷりが本当に面白くて、このネズミの集団に追っかけられるシーンは大爆笑でした。第37話、目指せプリンセスうさぎのチン特訓。クンツァイト編ですね。クンツァイトの目的は割とセーラームーンの正体を暴いて倒すっていうことだったと思うんですけど、これの話の1個前ですね、美容院での髪の毛照合大作戦みたいなあの回の次は円盤投げがうまくてドジなやつを探せっていうやつですね。この罠を張って引っかかるのを待つ狩人かと突っ込みたくなります。基本そんなスタイルのクンツァイトなんですね。またこれってジェダイトのエナジー無差別大量徴収制の方がまだマシなんじゃないかなと思いました。要は社交界におコーヒーをお飲みくださいませと勧めちゃうセーラームーンがとても可愛いと思います。老女伯爵夫人はまこちゃんと身長が同じっていう設定らしいですね。結構高めですね。第45話、セーラー戦士シス悲壮なる最終戦。そして第46話、うさぎの思いはとわに新しき転生。もう衝撃的なトラウマになるサブタイトルのネタバレですね。この回について声優さんへのインタビューでは、4人はこの死ぬと聞かされる前に番組の延長を先に聞かされていたそうなので、いい意味での余裕を持ってクライマックスを迎えられたと話していたそうです。どのシーンも緊迫感がすごいですよね。今まで日常ワイワイやってたのがこの前の話の44話も含めてガラッと空気が変わってしまっています。
でも希望を感じるラストがこの R への魔界樹編に生きてるんだなと、まだまだ楽しめるなと子供ながらに感じていました。こんなコメントもありました。初回放送のオープニングを見ているとき、3人が階段を降りてくるシーンを見て、これは3人のままのはずがない、あと2人増えるだろうと確信したのを覚えていますね。戦隊ヒーローのライブマンが最初3人で後から2人増えたのを覚えていたので、アニメのオープニングとかエンディングで追加キャラ匂わせ演出っていうのはよくありますよね。キャラが増えると演出が変わったり映像が変わったりしてますね。無印の場合は後半からオープニング変わっちゃってるんですけど、この後のオープニングでも少しずつ変化があると注目して見ちゃいますよね。続いて R 編に行きましょう。第54話、文化祭は私のためレイ女王熱唱。 TA 女学院の文化祭で実行委員長のレイちゃんが奮闘する話ですね。レイちゃんが歌っている永遠のメロディーはアルバムの In Another Dream に収録されています。清十郎さんと夏美さんがファッションデザイン研究会の人に捕まっているシーンは面白かったです。ちなみにこの時のカーディアンであるセイレンの声はウラヌス役の尾形さんです。第60話、天使悪魔空から来た謎の少女。魔界樹編が終わり、いよいよチビウサ編ということで新しい敵組織も登場する回ですね。未来から一人で逃げてきただけあって周りの人間に警戒しかしていない当時のチビウサはすごく気を張っていただろうなと思います。チビウサがお茶に睡眠薬を入れてるシーンが私は好きです。最後におじいちゃんに哺乳瓶を突っ込んでるのが面白いですね。第68話、チビウサを守れ10戦士の大激戦。もう R といえばこれというほどの神回だと思っていますが、ブラックムーンとセーラー戦士が一堂に会する回ですね。挿入歌の愛の戦士はもう NHK で放送されたセーラームーンの大投票では第7位にランクインするほどの名曲です。全体的にシリアスめではありますが、前半のコーアンとベルチェが歩道橋でこけちゃうシーンが大好きです。またバトルシーンでは1対1で戦っている場面はとてもかっこいいですね。第78話、ヴィーナス美奈子のナース騒動。これ私も好きです。だいたい美奈子ちゃんがメイン回っていうのはキャラクターがいいためか楽しいものが多いですよね。エスメロードに迷いもなく強く出ているヴィーナス節が頼もしいを通り越して呆れちゃいますけど、そこも美奈子ちゃんの良さですね。他のシリーズに比べて変装したドロイドって可愛い子が多くて私は好きです。第85話、暗黒の女王ブラックレディの誕生。最後はこの話です。神回ですね。変身バレと同じくらいこっちっていうのもなかなか熱い展開だと思います。チビウサが変化していくシーンは原作にはないので、そこも魅力だなと思います。チビウサ役の荒木さんは悪役を演じたのはこれが初めてだったそうなんですが、大人っぽくて色気のあるブラックレディは今でも大人気のキャラクターですね。いかがでしたでしょうか。今回はアンケートでいただいた皆さんのセーラームーンの好きなシーン、無印編と R 編をお届けしました。次回はスーパー編を予定しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。あやでした。